様、本日はお久しぶりの巻いて焼くだけシリーズ。今回はこちらニンニクの芽とネギの巻き豚肉巻き作っていきたいと思います。はい、でやっていくんですけれども、まずこちらニンニクの芽なんだけど、これ1本ね、さすがにちょっと長すぎるんで、こちらを3等分にします。はいはい、これくらい3等分。でそれ忘れてた、こっちが根元側の方なんだけど、根元側のちょっとこの断面図のところだけ硬くなっちゃってるんで、ここだけちょっと落としておきます。はい OK で、ネギも同じぐらいの大きさにカットしちゃいます。ニンニクの芽とちょっと長くなってもいいかなぐらいで。でちなみにもうネギもニンニクも水洗いは済ましております。少々はみ出てるのもいいと思うので OK。 じゃあネギとニンニクをこんな感じでカットしたら、豚肉にどんどん巻いていきます。で今回は1つにつき3個ぐらい巻こうかなと思ってて、ニンニクの芽は。でそれに合わせてネギも適当に入れて、でこちらを巻いていくんですけれども、これだとね、もう多分豚肉1枚でいけるかなと思ったんだけど、ちょっと薄いかもしれないから2枚にして、でこの脂身の部分をガッチンコしてくっつけて、上から片栗粉、つなぎ代わりですね。こんな感じでやって、あとは巻いていきます。ちょっと待ってよ、見やすいように横でやりますね。はい、でこちらニンニクの芽3本と適量のネギをやったら、もうあとはロールしていくだけです。はい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 、こんな感じで、いつもねちょっと斜めにこうやって巻いていくことが多かったんだけど、今回はもう大きさもちょうど豚肉のサイズにカットしているので、もう綺麗に普通に巻いてあげれば大丈夫です。でこんな感じで巻いてあげてください。じゃあ一応もう1枚いっときますね。じゃあ豚肉2枚セット、片栗粉で、今回は普通にやるのもいいんだけど、完成後もね倍々になりそうなんで、こちらのスライスチーズ、これ半分にカットしております。縦半分にカットしてるのも一緒に巻いてみようかなと。こんな感じで入れて、同様にニンニクの芽とネギは適量。はい、巻いていきます。よし、いきます。はい、これでチーズ入りのニンニクの芽とネギ巻き完成ね。じゃあこんな感じで残りも、チーズ入れてもいいし入れなくてもいいのでお任せでいいので、どんどん巻いていきたいと思います。ではこちら巻き終わりましたので、タレを先に作っていきます。まずお醤油、こちら大さじ3杯入れます。みりん、こちらも大さじ3杯。お酒、こちらは大さじ2にします。はい、ニンニク、生のニンニクをブンブンチョッパーとかでもいいし、包丁でもいいんだけど、1かけ分みじん切り。お砂糖を大さじ1杯。はい、お砂糖、こっちじゃーん。こちらを小さじ2杯ほど入れます。でここにごま、はい、でこちらちょっとよくかき混ぜといて、コチュジャン溶かしといてください。ではこちらでタレは完成。じゃあこちらの巻き終えたお肉たちに軽く塩コショウしておきます。味付け塩コショウでいいかな。はい、全体的に軽く味付け塩コショウしてあげたら、では火にかけていきます。フライパンに火をつけて、ごま油、火は中火、強めの中火ぐらいでいいかなを一回しほど入れて、軽くちょっとフライパン温めるんだけど、でいつも通りこういう巻物系はこの巻き終わりを下にして焼いていきます。油が馴染んで軽く温まってきたら、巻き終わりを下にどんどん入れていきます。なんで巻き終わりを下にするんですか？剥がれづらくなるんですよね、そこ最初に焼くとくっついて。ありがとうございます。はいでこれ結構分厚くなってるので、今回は蓋をして蒸し焼きにしていきます。結構早い段階からこのね、結構厚めの巻物になってて、お肉プラス中のニンニクの芽にもね火を通さないといけないので、もう中火、強めの中火ぐらいにしたら蓋をして、まずこの状態で1分ほど様子を見ます。では1分経ったので一旦開けます。
水が落ちると跳ねるから気をつけてね。じゃあこの状態でひっくり返していきます。もうこれ完璧。ちょっと今これ縦にしながらやってます。みんなもね跳ねると思うんで注意してね。これチーズだね。ちょっとこぼれてきてる感じ。はい、じゃあひっくり返したらまた蓋をして1分ほどやっていきます。ではもう一面も1分終わったのでまたオープンして、であとはちょっともうできれば側面も焼ければ嬉しいので、ちょっといい感じにね、まだ焼き目がついてない面でもう1分浸してやってます。これだけ。今回めっちゃ簡単だね。では最後もう1分焼いたのでちょっと羽を気をつけて、完璧なんだけど多分これねめちゃくちゃ豚の脂が出ちゃってるんで、ちょっとここでやっちゃうとねタレも全部油っぽくなっちゃうので、ここにキッチンペーパーとかでちょっと軽く油は取っておいてください。はい、で火はもう一番弱火にしといてね。では油を軽く取ったら、じゃあ再度火に強火にして、でこれでね最後周りをねちょっとカリカリにして焼き色つけていきます。はい、じゃあこれくらいちょっとカリカリっといい焼き色がついたら一旦こちら取り出しときます。でさっきね適度に油は取ってるんだけど、全部取りすぎちゃったらそれはそれでね旨味も一緒になくなっちゃうので、残りの油ぐらいは残しといていいので、ここに先ほどのタレ入れます。火を中火に戻してアルコール飛ばします。でコチュジャンの辛さもあるけどね、みりんとお砂糖の甘みもあるんで甘辛な感じになります。で適度に水分飛ばしてちょっととろっとさせますね。でねちょっと最初一回ねこれ絡めようかと思ったんだけど、せっかく今回ねすっごいいい感じに周りがカリカリになってるんで、上からタレをかけるスタイルにしようと思います。絡めちゃってもいいんでね、そこら辺は皆さんお任せです。タレが軽く煮詰まってちょっととろっとしてきたらこちらで火を止めて、で最後、上からタレをかけた後に黒胡椒とあとお好みで七味とか一味とかねちょっと唐辛子系をかけてあげれば完成なので、じゃあこちらの先ほどのお肉とタレ合わせて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずはね、乾杯ね。すごいもう小鳥ももうご機嫌喋ってるもんね。最近ちょっともう喋り始めるんじゃないかなと思ってる。ふんふん言うてるもんね。ちょっと音がしちゃうんだよ。乾杯。ちょっとこれがいい。コーチ言っていいの？俺から言っていいの？じゃあちょっといただきます。目がでかくなった。めっちゃうまい。やばい。食べていい？カリカリ？チーズの部分はやっぱまだカリカリなんだけど、何よりもこのニンニクの芽の食感が強くてもうやばい。食べ応えがやばい。いただきます。やばいよね。みんなやばいよ。これやばいマジで。ちょっとタレたっぷりつけてみよう。すごい本当に甘辛なんだけど、コチュジャンのコク、味噌のコクとかも効いてるし、辛みもちょろっと効いてて、あとやっぱ生のニンニクだね、これもねやみつきになっててめちゃくちゃ美味しいのと、ニンニクの芽とネギとチーズの相性マジで抜群です。めっちゃうまい。で外側がカリカリなんだけど中がジューシーで、
でその後より噛んでいくとニンニクの芽の歯ごたえがもうね食欲そそるし、もうおつまみに多分最強だと思うこれ。これもうおつまみにも最強だけど本当に全然ご飯がもうね、めっちゃすまじ、マジでほんまにうまい。やばいんだけど。あとはもうこうちゃんのこの焼き加減だね。やっぱ外側カリッカリにしてくれてるからそれがほんと抜群にうまい。まだ鳥肌立ってるもん俺。美味しすぎるね。でニンニクの芽だけじゃなくてネギ入れたの正解だね。ね、このネギの香り。やっぱねもうタレが抜群にうまいのよ本当に。あとチーズ本当に半分だけ入れてるから他の食材全然殺さない感じ。本当にいい感じにね。これね乗り切らなかったやつ、ちょっとやっぱねタレがそんなになかったから戻して。俺はね本当にタレつける感覚でも全然大丈夫。お酒のおつまみだからご飯と食うんだったらねねたっぷりの方がいいけど、まあでもだとしてもちょっとでもめっちゃ味しっかりしてるから、うんでそもそもこれ塩コショウだけしてるだけでも多分めっちゃ美味しいと思う。美味しいと思う。マジでうまい。これ届いてんのかな。本当に美味しいよ。本当にうまい。まあ食べてる最中お腹空いてるもん。めっちゃほんまにうまいこれ。マジでやばいんだけど。ニンニクのね最強だね。もう最後一個。大きいの譲ってくれたのもしかして。よよく分かってたじゃん。マ勉強してるから。ジで超うまい。じゃあラスト。ということで本日はですねネギとニンニクの芽の豚チーズ巻きを作っていただいたんですけども、まあ焼いて巻くだけ違う巻いて焼くだけシリーズ、まあ、第何だかわかんないんですけども、結構もう本当にめちゃくちゃ大好評な企画で久しぶりにねこうちゃんに作っていただいたんですけど、本当に巻いて焼くだけシリーズ結構もうトップ3に入るぐらいめちゃくちゃ美味しい料理になっております。まあね本当味付けがやみつきなのもあるんですけど、やっぱ食感だね一番は。ニンニクの芽のこのコリコリの食感と外側のパリパリカリカリの食感がすっごく食欲そそってめちゃくちゃ美味しいですよ。もうお酒のおつまみにはもちろんだけどこちらでもうご飯のねご飯めっちゃ進むそうもうおかずにもめっちゃ進むと思うんでぜひね皆さん作ってみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。